はい、皆さんこんにちは、しゅうすけです。どうですか？髪切ったんですけどまあちなみに髪切るのが僕7000クロナ払いましたね。でちょっと高めなんですかね。もうちょっと安いところで行けば3000とか5000円とかで切れるところもあるみたいなんですけど、僕が行ったところは5000円ちゃうわ7000円ぐらいして、もしかしたら女性やったらもうちょっと高いとか男性やったらもうちょっと安いとかあるかもしれないんですけど、はい、こんな感じ。初のヘアカットアイスランドでのこんな感じになりました。はい、っていうことで、今日はこの髪の話とかじゃなくて、これはちょっと車来てるんでうるさいんですけど、今日はめちゃめちゃうるさいですね、騒音が。今日はですね、アイスランドの大学、アイスランド大学っていうのがあるんですけれど、アイスランド大学で日本語学科っていうのがあるんですかね。日本語学科っていうのがあって、そこで日本語を教えてらっしゃる日本人の先生にちょっとこの間お会いできて、今日はその先生と先生の教え子が働いているアイスクリーム屋さんに行くってことになったので、その様子をちょっと撮っていきながら、実際アイスランドでどんな人が日本語を学んでるんやろとかも興味あるので、そこら辺聞いていきたいなと思います。はい、では行きましょう。はい、でちょっとその先生に会う前に、アイスランド今の気候なんですけど、こうやって半袖着てるんですよね。半袖着てるんですけど、正直言ってアイスランドでその羽織るものがないとやっぱり風とかが冷たいんで、半袖で1日丸々いけるってことはないんですね。でなかなか汗もかかないです、今の時期は。汗かくんはサウナ行った時ぐらいですかね、今のところ。あとバドミントンとか室内でした時ぐらいで、そんなもんの気候がずっと続いてるって感じですね。なんでもちろん雨の日とかは寒いですし、はい、そんな感じなんで、例えば夏といってもやっぱ日本のような夏じゃなくて、肌寒いような夏に入りかけ、秋が近づいてるぐらいの気候の感じです。はい、そんな感じですね。まだまだ歩いていきます。はい、ということで先生の家にもう着いたので、ピンポン押していきたいなと思います。はい、ということで今弥生先生の家の中入ってきたんですけれど、はい、こちら弥生先生ですつって。こんにちは。こんにちは。自己紹介してもらっていいですか？はい、簡単に。はい、弥生です。アイスランドで日本語の先生をしています。高校と大学で教えられるんですよね。っていうことで、アイスランドにどれぐらいお住まいでしたっけ何年？13年もっとかな。13年。働き始めてからは13年。はい。留学経験も入れるとプラス1年で14年とか。恐ろしい恐ろしいはい、っていうことで着いたんですけれど、ここですね。名前を読みません。これもはやアイスランド語なんかも分かんないんですけど、着きました。はい、っていうことでここで、弥生先生の、元生徒さんがアイスクリームを販売されてるってことで、アイスクリーム屋さんで働いてるってことで突撃していきたいなと思います。いいですよはい、小倉さんこんにちは。はじめまして。中村さんです。中村修介です。中村修介さん。はい、お願いします。バウラさんです。バウラさん、はじめまして。とろわあ、ありがとうございます。かわいい。じゃあ先生はミルクシェイク。はいはいはい。美味しいです。じゃあそれを試します。買います。これでしょうですよね。これ子供サイズ。
これ子供サイズですか？これ子供サイズで、これもショー。やばいわ、すごい。お前ね、すごい。これ年なんですかね。こんな食べれないのは年なんですかね。それはあると思う。ちっちゃい頃はもっと食べれたんだ。土曜日日本語教室でしたっけ？あ、でもないよ、今のね。ああ、ないんですか。8月から。9月からじゃない？ 9月から。わかりました。我慢します。学校の授業も9月から。大学はね、大学そうですね。高校は18ぐらいから。もうちょっと早いですね。週に何回アルバイトしていますか？5回くらい。いつから何年からアルバイトをしていますか？2016年から。16？14じゃなくて 16？16。長いです。なんで日本語を勉強しようと思いましたか？私は小さいから日本のアニメが好きなので、それがきっかけで。高校から先生がここから教えたんですけど、で今は大学で日本語を勉強したのは今は5年以上かな、5年か6年ぐらいかな。お店で何が人気がありますか？やっぱアイスクリームとキャンディーが混ぜるのが一番人気。はい。これアメリカでピザードって言うんですか？シェイクとは違って、シェイティングで意味はこう混ぜるものかな。でもシェイクはこれまた違うやつでしょ？シェイクはミルクシェイク。シェイクは飲み物みたいな。アイスクリームでもそうです。フェスティングはアイスと混ぜるからストローでは飲めません。飲めません。スプーンで食べるってことですね。それがおすすめで人気で。一番人気です。おすすめのトッピングとかあるんですか？私が人気のトッピングとか。人気のトッピングはアイスランド人にとってはこのチョコレートダイムなんですけど、でこの2つチョコレートとリコリッシュのコンボで出ました。でオレオとこのチョコレートが人気かな。スニッカーズ。スニッカーズ、イエス。でイチゴとラズベリーがすごい人気。ブルーベリーはあんまりなんですか？ブルーベリーは味はそんなに濃いじゃないので、なんか色のために。はい。で色はすごく綺麗なんですけど。なるほどなるほど。これもちょっと人気かな。ハッキーポルガーって言うんですけど、ちょっとラクリスのやつじゃん。そうリコリッシュのパウダー。いらない。なんでみんな好きなんですかね？あれ何の味？何の味しますか？私が好きじゃないですけど。でもパウロさん好きです。好きじゃないですか？私は好きじゃないけど、アイスランド人は大好き。はい、人気です。突然来てごめんなさいって感じですね。いえいえ、大丈夫です。本当ですか？言ってなかったもんね、ごめんね。いえ。でも私が行きますっていうのは言いました、昨日。今日はあんまり忙しくなかったから全然大丈夫です。普段もっとなんか混んでて忙しいって感じですか？普段は天気による。晴れてれば多くて。でもアイスランド人はやっぱアイスクリームを食べるのが好きなので、雪でも来ます。雪でも来るんですか？はい。特に晩ご飯の後。晩ご飯の後。はい。夜11時までやってるから。夜11時よね。夜11時半。じゃあ11時頃にお客さんとかいっぱい来るんですか？はい。アイスクリーム食べに？そうです。冬でも？いっぱい並んでるよ。それ冬でも？冬の日でもってことですよね？
ごめんなさい、アイスクリームの話最後していいですか。今日行ったアイスクリーム名前何でしたっけ。ベストルバイヤルイス。それが言えないんですよね、僕。ベストルが西、ベストルベストルが西で、バイルがバイル町、西の町のイース、イース、アイスランドアイスクリームアイスクリーム、うん、あベストルバイヤルイス。あ、なるほどなるほど。でも日本でアイス買う時ってどこで買ってました。僕完全にコンビニとかスーパーでハーゲンダッツ買えばいいぐらいだったんですよ、アイス楽しむ時は、けどこっち来たらなんかアイスクリームショップっていうのちゃんとあって、その一つがバルディスっていうのがめっちゃ美味しくないですか。バルディス美味しいね、ですけど今回行ったのは違って、そうなんか普通のアイスクリーム屋さんタイプ。でもまあ普通ってもあれですよね、なんか凝ってますよね。よくある系なんですか、うん、アイスランドにはよくある系のアイスクリーム。バルディスはだから普通にガソリンスタンドでアイス買ってもああいう感じ。ああいう感じ。あんだけトッピングはないけど、はい、ソフトクリームディップぐらいはできると思う。あれはティピカルな感じってことですね。そう。わかりました。ソフトクリームがね。ソフトクリームがね。こっちの人ソフトクリーム好きですよね。あとバーガー好きですよね。バーガー。ホットドッグ、バーガー、アイスクリーム。そう、すごいもうなんかもうアメリカンなんだよ。ですよね。アメリカンなんですよめっちゃ。で、なんか炭酸の消費量もめっちゃ多いから。炭酸はすごいですね。確かに何でもソーダついてくるんじゃん。確かにそうだ。でもまあ水がただな分水よりもソーダ飲みますねみんな。私僕基本的に水ですけど。炭酸好きじゃない。たまになんか飲んだりはするけど。いいじゃないですか。お酒もなしで炭酸もなしでいいじゃないですか。お菓子ばっかり。お菓子ばっかり。っていうことで今回は弥生さんに参加してもらったんですけど、ありがとうございました。ありがとうございました。初っすかこういうの。でもメディア慣れされてるんですよね。いや、そんなことはない。そんなことはありません。YouTube は出たことないから。あ、本当ですか。大したことないチャンネルなんでまだ頑張りますけど、これからまたともお願いします。はい。ということで今回弥生さんにいろいろ聞いたんですけど、またなんかアイスランドについて僕弥生さんとかめっちゃ知ってるんで、聞きたいことあったらコメントとかしてもらえれば、僕とりあえず個人的にも聞いて、個人的にインスタとかにメッセージを送っていただければ全然個人的に返したりもしてるので。そんなこともしてるんだね。してるんですよ。だってもう来たいって嬉しくないですか。そんなことしていただいたらって感じ。僕が聞いて返すんで、はい、よかったら見てください。はい、ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。さよなら。バイバイ。アイスランドでなんで日本語を学ぶ人がいるんだろうっていう素朴な疑問と、でもアニメから学ぶとも言いますからね。そうそう、結構みんななんか僕も結構影響を受けてますから。ジェネレーションギャップショック。